にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第12話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。原作監修のアニオリ最終回へや。いい最終回だった。負けインは終わってしまった。来週から何を糧に 4T ラッコをめでればいいのか。割と1話から面白かったけど、ちゃんと維持してくれてよかった。今期ではかなりの当たり。今期どころか今年の中でも当たりじゃね。いいとこ目つけた原作で、かつ力の入ったアニメ化だったな。このアニメに来る前に青髪メインヒロインが絶対来ると思う。今期のダークホースだったな。2期がなくてもルート決定な感じで終わった。情報量が多くて疲れた。こまりちゃん死ねしか言ってね。完全にやなみちゃんエンドじゃねえか。いい最終回だった。2期はよ。全然モブキャラじゃなかったよな。こんなに美少女に囲まれてるのに全くいい感じにならないからモブなんだぞ。良い感じになってない。焼き塩だけちょっと微妙だが面白かったわ。2期やれ。ダークホース的なアニメだと思ったけど派遣アニメになるとは。原作挿絵が意味ギムルな時点で期待枠ではあったが、イミギムルのアニメなぜか作画レベルどれも高いよね。当たり率は高い。こまりの死ねが何度も聞けてよかった。ほんと好きやれ。いけだけ。負けインはこういう回の方がいるな。これはやなみエンドですね。相変わらずやなみさん残念で面白かったけど、得点 OVA みたいな最終回だったな。部長、副部長カップルは出なかったな。てっきりあの遊園地にいるのかと思った。面白かった。やなみの好感度が一歩分くらいは上がった感じか。正直ギャルゲーとかでもここら辺の関係性が一番楽しいわ。 OVA みたいな最終回だな。やなみさんの多彩な顔芸見れたのは良かった。終わってしまった。楽しい最終回だった。マーフルで音楽聴きながら回想エンドで綺麗に締めたな。原作勢には特に嬉しい回だったな。告知ないのか。2期が見たいですぞ。最後までハイクオリティで走り切ったな。エンディングの編集素晴らしかった。面白かった。やなみさんかわいすぎか。最終話はぬくみずにご褒美おまけ会みたいな。ぬっくんに嫉妬されてると思ってる時が、やなみさんめちゃくちゃ嬉しそう。もうかなりぬっくんに天秤傾いてないか。ここでアニメ終わると原作とはだいぶ違う感じだが、まあ綺麗に一区切りついた感じだな。カジュとゴンちゃんの5巻のやり取り出してきたが、作った時は間違いなく2期の話はなかったんだろうな。2期やってほしいな。そりゃ2期歩きで作ってないだろうからね。待つしかないよ。終わりが可愛い。遠野さんは正統派ヒロイン役が多かった印象だったけど、やなみさんで新しい一面が開けた気がしたわ。最後まで面白かった。2期に期待して待つか。綺麗な終わり方だった。面白かった。そういうとこやぞ。ハーレムエンド。なんて楽しそうなんだこいつら。作が本気だったな。いい最終回だった。そういうとこだよぬくみずくん。ほんと顔と体と声だけはいいな。でも腹ブヨブヨだぞ。デブフみたいになってなければ許容範囲や。もうでいいだろ。マジで面白かったわ。負けヒロイン。ラブモノでは今季一番良かった。ヒロインたちが生き生きしててとても良かった。作品売れなかったらこんな感じでやなみさんエンドで終わっていただろうな。結局アニメだと実質やなみさんヒロインみたいな感じで終わった感あるな。ぞもっとやれ。焼き塩のところだけ以上にエロかったなこのアニメ。やなみさんの中の人は知らんけど、あのはっちゃけた演技は良かった。この二人は付き合うことはないだろう。ここからいきなり生徒会選挙戦でも始まったりしないだろうな。このアニメが制作された頃はまさか世の中が米不足になるとは思わなかったんだろうな。楽しかった。作画がオーバーテクノロジーだった。ダークホース扱いでもなかったのにめっちゃ作画が気合い入ってたな。今期を独走してた負けヒロインはほんと最高だな。負けイン普通におもろかったな。2期に期待だな。旗から見るといい感じに見えて、
卒業するとそれっきりと変わるよね。リコリスといい、アニプレは定期的にダークホース的にヒットさせるな。こっちはともかくリコリコはヒットさせる気満々だったろう。リコリコエンディング曲また聞きたい。なんでここまで非常に作が良かったのか。ほんと最高に面白かったわ。2期は5年後です。内容は大がないんだが、いい作品だった。青春ってこんな感じだよな。こんな感じよ。チューすれば上出来。負けヒロインの数ってこの3人から増えるの？終わりってことは2期は絶対にない。2期企画してほしいな。アニプレックス2期候補多すぎるし、すぐに2期発表は無理だろう。ここまで作画に恵まれたラブコメあまりないから新鮮だった。主人公は報われることあるの。リコリコ作り終わらんとにきないだろうな。ヤナミの総カロリーは一体いくつになったのだろうか。原作はこの後どういう展開になるんだろう。素直に面白かったな。レモン小マリに比べて、ヤナミのエピソードと抱えてるものが安っぽすぎない。ヤナミさんじっくり掘り下げるとくっついてしまう危険がある。いい最終回だった。逃げ若といい今期はこの2つかな。出来が抜き出てる。アニプレは土曜枠の参加スタジオに注力させとけばええね。まあ、これで残りの原作を買う踏ん切りがついた。部長、副部長カップルが登場しなかったのは前回散々困りの曇らせ展開やったからか。高校生の恋愛なんて長続きしないとは言うが、浅雲さんも乳牛も一度掴んだらがっちり離さないな。これが勝ちヒロインの握力か。2期なしでも良さそうな終わらし方してきたな。2期予定してなさそうやな。早くて3年後か。翔くん、イミギムルへのアニメは予算注ぎ込まれてるだろうから次も見よう。ヤナミさんの写真がめっちゃイミギエっぽい作画で可愛かった。わかる。あの演出良かった。いつものラノベの挿絵っぽい感じ出てて。ヤナミさんの妄想彼氏デート会。最終回はオリアニでやりたい放題。序盤でヤナミさんのパートが終わり、レモンちゃん、コマリちゃんとヤナミさんの出番が少なかった分、ここに来て大暴れするヤナミさんが終始面白い。この4人でしか得られない独特の雰囲気も良い。温水くんはヤナミさんの思惑に気づかないまま観覧車での出来事を振り返る。このやりとりこそそういうとこだよ。温水くん、負けんを象徴するようなセリフで締めるラスト。ヤナミさんのカットも素晴らしすぎた。大満足。ヤナミさんにセ彼氏計画指導。アニメオリジナルの脚本で本編が終わった後の OVA のボーナス回という感じだった。じとめのこまりちゃん、死ねしか言わなくて笑った。失恋話はレモンちゃんとこまりちゃんがメインで、ヤナミさんはギャグ要因な要素が強かったけど、最終話でしっとりした感じを見せてくれてよかった。食べ物を食べ過ぎて帰りの電車代を温水に借りるヤナミさん。第1話と同じ残額の残念理人感に安心。そういうとこやぞヤナミさん。特殊エンディングの本編の回想シーンが楽しさと幸せにあふれている作品はいい作品だね。ラストカットのヤナミさん、その仕草、声、表情すべての見せ方に改めて本作の負けヒロインの魅力を実感。温水くんの視線に近い描き方にもなっていたことは、主人公であり観測者でもある彼と同じ目線で本作を最後まで楽しめた感じがして最高。大人のデートをしてもまだまだ大人にはなれそうもなくて、でも大人になれない青さゆえの青春があって、大人を装っても青春の中にいてもちょっとしたスリルに気づけない温水くんは主人公にはなれそうもなくて、そういうとこだよ温水くん。最後まで負け犬たちとの恋愛には発展せず、だけど同盟的なつながりが確かにある関係を一貫したのが本作らしくてよかった。最後のそういうとこだよで勘違いしそうになる危うさ。でも温水は本命ではない。そんな絶妙なバランス感にある種の青春を感じる良作でした。キャラの生き生きとした表情や動きとアニメーションの躍動感がすごすぎて画面から1秒も目が離せなかった。内容にしても負け犬にしか描けない青春が詰まっていて、ヤナミさんはじめ負け犬たちの魅力も大いに伝わった。大満足最高でした。温水の考えが、彼氏作れ、彼氏を無理に作らなくていい。
に変わったと同時に下に降り始める観覧車。柳が温水の発言に心を動かされ、少し落ち始めたとも取れる演出。兄織だからこそできたこと。生徒会室のシーンではカットされてた4連リボンに文句を垂れるティアラちゃんが、まさかのここで回収されるとはね。そして全ての黒幕フィクサー小抜先生と、危険予知能力抜群の朝雲さん。原作者自ら手掛ける最終回ということで、登場人物全員に出番を作りつつの柳波劇場最高でした。青春群像劇として非常にレベルが高く、作画をはじめとするアニメを構成する各要素が高水準な名作でした。負け員たちの負けて輝く青春をまだまだ見ていたいので続編希望。毎週劇場版アニメかと思うレベルの美術面に、2010年代が懐かしくなるような空気。シュールで繊細な温水や柳波たちの青春、できれば永遠に見てたいな。最終回なの寂しすぎる。自分の中で今季 S ランクになった作品の一つでした。いつか絶対にやってほしい。傍から見れば羨ましいデート光景なのに、実態は負け員たちとの偽装デート。最後の最後まで温水は見ることしかできなかったけど、寄り添うようにずっとそばにいた。残念で憎めない強がる彼女たちとの日々が、これからもきっと続いていくのだろうと思えた最終回。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。